皆様こんにちは。ゆっくりさんこと、デスパシオルカさんでございます。今日は、スペインの首都、マドリードから、いつもの4人で、バレンシアに向かいます。列車はまたまた、スペイン国鉄ご自慢の最速列車、アベ。なんだ、また高速列車なのかよ。たまには、地元の人が乗る、ローカル列車なんかを見てみたいです。って、ドンキーくんが言ってました。すまんなイギリスの紳士淑女ども。そしてモニターの前の皆様も、申し訳ありません。今回のスペイン旅は、あまり時間が取れず、定番どころを抑えるので精一杯でした。何しろここは、面積が日本の 1.3 倍もある広い国。その上、魅力的な観光地が各方面に分散しているせいで、結局一部しか回れなかったんです。次に訪れた時に、もっと地方の、マニアックな車両に踏み込んでいきますね。ですが、今日の列車も、なかなかの変わり者です。スペインの、厳しい土地と環境が生み出した変種、と言ってもいいでしょう。皆様もきっと驚かれるはずです。もう前回、一度出てるんだけどなあ、じゃあインパクトは薄いかもね。では早速、出発地、プエルタデアトーチャ駅に参りましょう。この駅が開業したのは、1851年。鉄とガラス、そして石材を組み合わせた、美しい駅舎が特徴です。この建物は、エッフェル塔で有名な建築家、ギュスターブ・エッフェルの弟子が手掛けました。と、言われてみれば、鉄のアーチ部分あたりに、なんとなく、エッフェル塔らしさが感じられますね。高速列車、アベは、このレンガ造りの駅の奥から、南や東の都市に向かって走っていきます。ついでに言いますと、アトーチャ駅の向かいには、ピカソのゲルニカなどが展示されている美術館、ソフィア王妃芸術センター。裏手には、スペインの鉄道博物館があります。正面玄関から、駅に入ると、大屋根の下では、人々が行き交い、何本もの列車が発車を待っています。と言いたいところですが、現在この建物には、ホームどころか、線路が一本もありません。昔はここにもレールが敷かれ、列車が次々に発着していました。けれど、高速列車、アベの開業に伴い、より多くの線路と、長いホームが必要になります。また、高速鉄道は、それまでスペインで使用してきた線路と、幅が違うことや、手荷物検査場などを、新しく設けなければいけませんでした。そこで、今まで使用してきた駅舎内部は、レールを完全に撤去。細長い建物の奥に、新しくホームを作ることになりました。そのため、正面玄関から、アベの乗り場までが遠く、ホーム一つ分歩かなくてはいけなくなったのです。そういえば、アベの校舎ホームから、出口まで、動く歩道を何本も使ってましたね。列車の姿が消えた、旧駅舎ですが、その後も切符の発券窓口、タクシー乗り場などが残され、今でも駅としての機能が、一部生きています。線路があった場所は、改装されて、様々な草木が植えられました。ガラス張りの、高いドームの下で、木々が生い茂り、まるで植物園を思わせる、美しい空間に生まれ変わっています。写真や映像で見る分には、魅力的ですが、実はあまり治安は良くなく、気が抜けない場所です。警察官、警備員が巡回しているものの、死角が多いため、すり、置き引き、ひったくりが多いんです。ここを、案内に従ってさっさと抜けたら、高速列車、アベの乗り場が現れます。手荷物検査を受けて、待合スペースに行くと、目の前には、近代的なホームと、スペインの、多種多様な高速列車たちが並んでいます。ここには、昔のアベで使われていたと思われるシートが、ベンチ代わりに置かれていました。マドリードの高速鉄道ターミナル、プエルタデアトーチャ駅は、線路が行き止まりで、乗り場が地上にある。乗車案内があるまで、ホームに通じるゲートは開かないが、ここは、仕切りの壁がガラスなので、待合室からでも、列車を眺められる。乗車時にも、車両の顔を見てから乗り込めるし、てっちゃん的に、ポイントが高い駅だ。それではこの辺りで、本日の列車をご紹介しましょう。これから私たちを、バレンシアまで連れて行ってくれるのは、スペインオリジナルの高速車両、セリエ112型。スペインで最も速い車両の一つで、最高速度は、時速350キロまで出せます。ただ、実際の運用は、300キロ止まりのようです。
列車の構造は、前回乗った、セリエ730と同じ、動力集中方式。編成の前後に電気機関車を配置し、間に12両の客車を挟みます。先頭車両を見ると、2段階に角度がついた、独特の形状が目を引きます。やっぱりこれも、空気抵抗とか、横風の影響を考慮したものなんですか？だろうな。こっちの方が、走行速度が速く、空気抵抗が大きくなる分、ノーズが長めに作られている。でもなんかこれ、αX の10号車のノーズを、短くしたような形だよな。やっぱり、同じ空気が相手だから、似てくるんですね。先頭車両の先端には、連結機が格納され、2編成を連結した運転も可能です。マドリードから南の都市に走る運用では、最初、2つの列車をつなげて走行。途中のコルドバで切り離し、片方は、港湾都市のセビリアに、もう一方は、スペイン有数のリゾート地、マラガに行く、といった運転をしているそうです。私たちが向かう、南東のバレンシアは、セビリアよりも規模が大きいのですが、列車は1編成のみ。その代わり、1時間に1本以上は必ず列車がある、多頻度運転を行っています。車内は奥行きがなく、小部屋のような空間です。けれど、回転式の黒い革のシートと木目を多用した高級感のある作りをしています。などなど、一通り観察している間に、列車は走り出しました。この列車の目的地、バレンシアは、マドリードとの距離が390キロと少し短めです。それ、短いっていう？だって、セリエ103で移動してきた、マドリードとバルセロナの距離は、620キロだったし、スペインで最初に高速鉄道が開通した、マドリード、セビリア間は、470キロもあるんだよ。それに比べたら短いでしょ？マドリードからバレンシアまでの所要時間は、1時間40分。この区間には、途中に大きな都市がなく、アベは、始発と終点の2カ所しか止まりません。おかげで、常に最高速度の300キロで回走します。乗車の時間があまり長くないせいか、お食事のサービスは、サンドイッチなどが入った、軽食のボックスでした。せっかく感想を言いたかったのに、残念だ。ゆっくりさん、きちんと伝えられること、言えるの？言えません。どうせお前は、うまい、しか言えないんだから、おとなしく列車について話しろよ。とは言ってもなぁ、この車両は、あんまりネタないんだよなぁ。あ、一つあった。私たちが乗っている、セリエ112には、セリエ102という姉妹車がいる。セリエ102型は当初、改良したばかりの、長距離幹線。首都のマドリードと、バルセロナ方面に投入されていた。しかし登場から2年後、同じ編成長ながら、座席が80席以上多い、セリエ103が登場する。これによって、スペイン一の幹線を、多くの乗客が輸送できる車両に譲り、セリエ102は、2番目の規模になる、バレンシア線などに、活躍の場を移すことになった。ちょっと待って。愛ちゃんのいとこの、セリエ103は、403席だったよね。セリエ102が、それより80席以上少ないってことは、320席しかないってこと？そうなんだよ。正確には、318席な。セリエ102が連結している客車たちは、12両のうち、特等席が2両、一等席が3両、カフェテリア車両を挟んで、普通席が6両という構成だった。編成の約半分が上級席に割り当てられていたので、座席の数が異様に少なかったんだ。最初に投入されたマドリード、バルセロナ間はビジネス需要が多く、これが路線の形態に合っているかに思われていた。しかしアベは各都市間の所要時間が少なく、普通席でも十分快適だ。そのせいで、特別席が思ったほど埋まらず、スペインの新鮮な空気が主なお客さんになっていた。しかもそいつら、ただ乗りですよね。まあな。そこで国鉄は、セリエ102の増備を10本で打ち切り、マイナーチェンジモデルのセリエ112に切り替える。両車は、車体や性能こそ同じだが、112型は2両の特別席を廃止している。上級席は3両の一等席のみとし、代わりに、普通席車両を増やし、定員を増加させたのだ。この変更により、セリエ112型は、同じ車両数ながら、座席は 20%、45席の増加に成功した。
2両も普通席にしたのに、45席しか増えてないんですか？だってこの車両、もともと車体が小さいからさセリエ102型、112型はともに、全長が短い客車を、いくつも連ねているのが特徴だ。1両の長さは、ICE や、新幹線車両の、約半分しかない。ただでさえ、車体が短いのに、編成の中間には、カフェテリア専用車があり、座席車には、出入り口とお手洗い、荷物置き場が設けられている。その関係で、客席に避ける空間が、非常に限られているのだ。座席は、最大で、縦9列しかないので、横3列配置の一等席車両は、わずか26席。普通席でも、36席しか設けられていない。車椅子用の設備を備えた、バリアフリー対応車両に至っては、たったの19席だ。一方で、走行する、という点に目を向ければ、とても優秀な作りです。車体は小さく、動力装置がない、客車構造。それに、素材にアルミを用いたことも相まって、非常に軽量です。そして、車体を線路ギリギリまで下げ、重心を低くすることで、高速でも、安定した走行を実現しました。外から見ると、客車の屋根が低いので、室内が窮屈なのではないかと心配してしまいますが、床の部分も同じだけ低くなっていますから、高さに問題はありません。むしろ、スペインの低いホームでも、段差なく乗り降りでき、逆に好都合です。この、低い車体を可能にしたのが、もう一つの特徴である、足回りでした。通常の鉄道車両は、横から見ると、1両につき、4つの車輪があります。車輪は、2つの軸を1つのペアでまとめられ、バネなどと一緒に、鉄製の枠に収めた、台車を構成。その上に、箱型の、長い車体を乗せています。まあここまでは、こんな動画を見ている人なら、今更何言ってんだって話ですよね。ところがセリエ112の車輪は、1軸だけ。それが、車体の間に配置されているのです。しかも左右の車輪は、一つずつ独立し、U 字状のフレームで結ばれていて、間に車軸がありません。車内から見ると、隣の車両とをつなぐ、貫通路の両脇に、車輪が存在します。そして、通路の妨げにならないよう、フレームは、踏み板の下を通し、左右の車輪をつなぎ止めているんです。こうすることで、従来の車両には必要不可欠だった、床下の、台車をなくし、セリエ112は、車体を、線路ギリギリまで低くしたのです。と、ここまでは、いいことばかりに思えますが、これには相応の欠点もあります。なんか致命的な問題があるから、スペイン以外で、採用例がないんだもんね。特許が。いやそれもそうなんだけど、この構造は、車輪が一組だけのため、車体をむやみに大きくできないんです。レールへの負荷を考えると、1両の長さは、13メートルが限界です。車体が短いので、編成を長くするには、一般的な列車より、多くの車両をつなげなければなりません。すると、連結部分など、座席が置けない場所も、同時に増えてしまうんです。しかしこの構造も、逆に利点に捉えることができます。同じ長さで比べた場合、通常の列車より、編成が細かく分割されていますので、カーブを走行するとき、列車全体が、レールに沿って、無理なく曲がり、線路に負荷がかかりにくいのです。車体が軽量で、重心が低くでき、カーブでも安定して走れますので、高速列車に有利な構造です。でもこれは、最初から、時速200キロ以上の、高速走行を狙っていたのではありません。この車両が持つ、独特の車体構造は、むしろ、低速で走る、在来線が持つ弱点を克服するために、生まれたものでした。スペインは、山岳地帯が多く、急勾配、急カーブが連なる区間が、全土に存在します。そのため、昔から、強い力の出せる車両が求められてきました。ところが、鉄道建設を開始した19世紀当時は、小型、高出力の動力機関がまだありません。輸送の主力は、蒸気機関車。車体は、出力に比例して、大きく、重くなりがちでした。これを考慮して採用されたのが、幅が 1.6 メートルの、後期、と呼ばれる線路規格です。新幹線などで用いられる標準機より20センチ近く線路の間隔が広いんです。
これによって、大きなボイラーを積んだ、蒸気機関車が、重い列車を引いて、急坂を走れるようになると考えられました。左右の幅を広くすると、横揺れ、横風にも強くなりますから、強い風が吹く、平野や山間部を走るのにも好都合です。けれども、この代償が、曲線区間で発生します。線路の幅を広くすればするほど、カーブでは、内側と外側の距離に差が生じるのです。左右の車輪が車軸で繋がれた、従来の構造では、各部に大きな負荷がかかり、レールも車輪も、すぐに摩耗してしまいます。こうした難点を、スペインの技術者は、逆転の発想で解決しました。鉄道車両は、大量輸送を考慮して、車体を大きく、長くするのが通例ですが、突然反対に、できるだけ短くしたのです。車体が短ければ、重量も軽くなり、車輪は一つで済みますし、急カーブを通過する際、編成は、曲線に沿って、少しずつ折れ曲がりながら走ります。隣り合う車両同士に、大きな角度がつかないので、車輪と線路に負荷をかけず、楽に曲がることができるんです。その上で、左右の車輪を直結させる、車軸を廃し、一輪ずつ、独立させる構造にしました。車輪だけを、一つずつ、連結部分に配置すると、車体を低くしても、客室の邪魔になりません。おまけに、左右の車輪は、無理なく、レールの長さに合った回転をしますから、摩耗が少なくなると同時に、不快な金属音、振動の発生も抑えられるんです。この画期的な列車は、軽量関節列車、それから、技術者、出資者の頭文字を取って、タルゴ、と名付けられました。タルゴは、1942年に作られた、最初の試作車から、現在の最新型に至るまで、一貫して、車輪が一軸で、車体の連結部分に配置。そして、動力のない、客車構造が踏襲されています。電車はないんだ。車輪が一つずつ、独立しているし、周りのスペースにも余裕がないから、どうしても内部に動力装置を組み込めないんだよ。先頭には、ディーゼルや、電気機関車を別に必要とし、その機関車は、車輪が従来通り、車軸で繋がれています。客車の車輪は、レールに合わせて、ただ回るだけですが、動力を受け持つ車輪は、回転を左右で一致させないと、安定した走行ができません。もし高速域で、この動きにズレが起きてしまったら、最悪の場合、脱線してしまいます。なのでこの部分だけは、今まで通りの方法を用いているんです。初期のタルゴは、前進しかできないといった欠点もありましたが、世代を重ねるごとに改良され、第3世代で、実用に頼る、長距離特急客車に変化しました。現在でも、性能、機能の向上は続けられ、車輪の幅を変えられる、可変機関構造を持った変わり種や、減速車、寝台列車など、座席車以外のバリエーションも製造されています。そして、軽量で、重心を低くできる利点を活かして、セリ H12 のような、高速走行に性能を割り振ったタルゴも開発されました。このタルゴの名前を、一躍有名にしたのが、1968年に誕生した、フランス、スイスへの直通列車です。当時のスペインは、地理的にも、政治的にも、現在ほど開かれた国ではありませんでした。陸続きのヨーロッパでも、異色の存在だったんです。そんな国から、低く、短く、小さい車体を連ねた、見慣れない列車が走ってきたら、話題にならないわけがありません。しかしここで、少し困った誤解が生じます。スペインとフランスは、レールの幅が違うため、直通列車担当のタルゴは、車輪を広げたり、狭められる特殊な構造を有していました。現在でも、セリエ730などの新在直通列車に同じ装置が搭載されています。これがあまりに有名になりすぎて、タルゴイコール車輪の幅を変えられるフリーゲージトレイン的な列車として認知されてしまったのです。でも実際には幅の広い在来線しか走れないタルゴが多数いますし、反対に今乗っているセリ H12 型は高速線しか走れない構造です。車輪の幅が固定されたタルゴも結構いるってこと覚えといてくださいね。車輪を見ると、セリ H12 は幅が変えられないタイプなのが、すぐにわかるぞ。タルゴの車輪には、両側の車体から、細い棒が伸びてるだろ。セリ H12 は、この棒が、ちょうど車輪の上下まで伸び、最終的に、車輪の中央、
つまり、車軸に直結している。ところが、機関変更構造のセリエ730などは、車軸が横に動くので、この棒を軸の部分に接続できない。したがって、動く部分に干渉しないよう、接続部が片側にずらして配置されているのだ。これが、可変機関装置搭載車両の速度向上を難しくしている一因だ。通常より可動部分が多い車輪をアンバランスに支えているため、力のバランスが崩れやすく、250キロ以上に速度を出すのが難しいんだ。それから、セリエ11には、超高速走行をする代わりに、路線上に急カーブがない。なので、連結面の間隔を狭くし、外部の部品は大きなカバーで覆って空気抵抗と騒音を少なくしている。一方、急な曲線区間を走る在来線対応車両は、前後の車両と大きく角度がつくことがあるので、この間隔が広めに取られているんだよ。ところで、この棒って何なんですか？言ってみれば、車輪の支え、台車でいう牽引装置だな。タルゴの車体は、車輪の上のフレームとバネで支えられている構造だ。けれどもこの部分、上下の荷重は受け持っているが、前後方向の動きには対応していない。しかも、一般的な台車と違い、タルゴは足回りだけで直立できない。そのため、車輪上部の一箇所だけで車体を支えていたら、列車が走り出した瞬間、車輪は車体の動きについていけず、倒れたり、外れたりしてしまう。これを防ぐのが、前後の動きを助ける、牽引装置だ。車体の下部から車輪に、棒状の部品をつけることで、足回りを上下2箇所で支え、車輪を直接引っ張っているのである。この部品は、減速する時にも、ブレーキをかけた車輪の動きを、車体に伝え、列車全体の速度を落とす役割も持つ。外から見れば、なんてことはない、ただの棒だが、実はタルゴが走行するのに不可欠な部品なのだ。機構自体は、とてもシンプルながら、非常によく考えられていると思う。なるほど。それで昨日、ホームで一軸車輪を見て、踊り狂ってたんですか？それはセリエ730の電源車をじっくり見れたのもあったけどな。というか、愛さんにも散々、帰り道で、棒がすごいって言っただろ。それだけじゃわからないですよ普通。なんか、速度がゆっくり3になってきたな。3は余計でしょ？バレンシアが近づいてきたんですね。今のが、スペイン国鉄のチャイムですな。愛さん、取れた？取りました。褒めてください。褒めて使わす。で、ここからもう一本、列車を乗り継ぐんだよな。そうなんだけど。なんだよ。時間が。実は今回の動画は、セリエ112の他に、別の列車も、一緒に紹介するつもりでした。でも雑多な話に時間を取られ、気がついたら20分超え。ということで、もう一つの方は、次回に回したいと思います。それでは今日はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。